I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything. Daunting thought, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, turning to outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. はい、こんにちは、山下夏美です。3月15日土曜日夕方。この日はですね、雨の中でしたが、少しずつサイズが上がっていった中で、いい波が来てましたね。今回3日間ぐらいの映像の総集編みたいな感じになってるんですけど、一番ちょうどいいサイズかつスキムが乗りやすい波だった3月15日の夕方ですね。潮がね、上げていって満潮に向かってですね、上げていってて、いい感じのスキム波が読み通りでしたね。来た感じでした。で、基本はですね、バックサイド流し、レギュラーバックサイド流しの波が形はすごいいいんですけど、アウトからですね、サーファーズが結構乗ってきたんで、僕は端っこのこのフロントサイドの流しであったりとか、このラップラインを基本は狙っていきました。かなりいい感じのね、こういう波が続いてくれてて、少しね、口が深いので、ちゃんと下で回すことを意識してきました。最初買わないかなってところで、最後ね、ちょっと口が深くなって巻いてくる感じだったので、しっかり下で切ることを意識してやっていく感じでしたね。かつ一発で切るっていうのをすごい意識しました。そう、ちょっと油断するとやっぱり遅れちゃう波だったので、ドンピシャでちゃんと早くターンをすることを意識してきました。看板からはね、流し波も取れるラインがあったので、ちゃんと合間縫ってこういうバックサイドライナーも狙っていってます。少し早めなんでね、こっちはね、ブレークが普通シンプルに速い感じだったので、ちゃんと斜めに走って、で、ちょっとパンプして、早めにサイドウェイを戻してパンプして前に出るって感じですね。POV だとちょっとわかりやすいかな。今みたいに。そう、かなり斜めに走って、これはモンキークロールで置いてます。風がそこそこ強かったんでね、モンキークロールがメインな感じですね。テイクオフし、斜めに向かってテイクオフして、間に合わなかったら今みたいにリッピングでスピナー。間に合うんだったら先ほどみたいに流し波みたいな流していくウェーブライディングですね。そういう感じの狙いでやっていってます。でね、ちょっとね、テイクオフ位置がね、特殊だったんでね、この、ウォーターが意外と分厚かったんですよね。なので、モンキークロールも使用するって感じでしたね。風も強いし、置く位置がね、ちょっと、デッドウォーター気味に溜まるので、そういうところであれば、ちゃんとモンキークロールでちょっと深いところまで行って落として、板を安定させてあげるって感じですね。もしくは、今みたいに参道で完全にテイクオフするっていうのが基本ですね。サンドで行けるタイミングだとね、もうちょっとね、出遅れてた可能性が高いんで、今みたいにモンキークロールでテイクオフして、ダウンザラインでチューブ入るっていう狙いができるのが、一番乗りやすい波っていうか、狙いだったのかなっていう風な感じですね。しっかりそのラインを見つけて、かつ下でターンを完結させて流すことができるかっていうのが、できるかどうかって感じですね。なので見た目以上にね、少し難易度が高かったので、
その辺のいい意識ができるナビであったのかなと思います。はい、こっからは3月16日日曜日ですね。日曜日の朝、サイズがですね、かなり上がりまして、かなりアウトから割れてました、朝から。で、流し波ですね、ほぼ同じポイントでね、入っていきまして、この流し波を狙ってやっていくって感じでしたね。1本目が一番良かったかな。ダウンザラインでチューブ、バシッと入れたので。ただ待てばこういう感じでラップですね。いいですね。こういうのも狙っていけるという感じで。多少巻かないのはやっぱ継続して、巻かないかつ最後の口が深いみたいなのは継続してかなりあった感じだったので、前日の夕方から。狙いはやはり一緒かなって感じでしたね。ただ、その前日の夕方よりも、ラップ波が結構来たので、ラップも狙いつつ、セットになると遠いので、流し波。これでダウンザラインですね。横に走っていく。っていう感じですね。ただ、ウェーブライドをするっていうよりは、もう、ブレークが圧倒的に速くて、かつ、ちょっと巻きがあるので、エアーでこんな感じで折れたりとか、あとはもう、そのままチューブにダウンザライナーでチューブに入っていくっていう2択でしたね。ウェーブライディングで乗っていくっていうよりは、そう、こういう感じで、もうしっかりすぐグラブしてチューブ狙い。口のちょっと深いところに入るか、高いところからエアーで降りるかって感じですね。これもそうですね。エアーですね。その2種類をちょっと、2種類というか、2つの狙いに分けて練習していた感じですね。で、たまに来るラップラインでワンアクション。こういうのも逃さずやっていく感じですね。縦に入っちゃうとね、もう勘でエグかったので、えぐいところに潰されちゃう感じだったので、ちゃんと斜めに走ってあげるっていうのをすごい意識しました。斜めに走って少しでもちょっと緩いところで当てて、最後えぐいところで前に出る。であったりとか、えぐいところでチューブに入る。みたいな感じの狙いが一番良かったので、そのラインを意識して練習していきました。基本ワントリックとか、そのアクションのイメージは頭に入れたまま、しっかりどのラインで走って、斜めなんですけど、完全に斜めに走って、縦に入らないようにするっていうのは、すごい意識しましたかね。これはたまに来るフロントですね。バックサイドラップ間に合わないかなっていう時にね、フロントに切り替える。これは間に合ったので、横に走っていく。これ2個連続だとすごい分かりやすいですね。間に合った場合のラップと間に合わなかった場合のフロント。その辺の、ちょっと波に応じてすぐ対応できるようにっていうのがありましたね。で、だんだん引いてくるとちょっとずつね、ブレーキが速くなってきたんで、乗れる波は減ってきたんですけど、そこはちゃんとライン取りを合わせればまだいける波はあったかなっていう感じです。これいいですね。すごいウェーブライディングできて。先がね、今の波は潰れてたんで、変にトリックかけるとか、グラブしてチューブ狙うってよりは、ウェーブライディングで完結させるっていう狙いですね。縦に入っちゃうとね、もう間に合わない波なので、こういう日は。縦に入らないのを意識していただければいいかなと思います。はい、それではですね、ここから3月16日の夕方ですね。もう完全サイズアップですね。アウトからのサーフィン。見晴らし台前ですね。上手い人はですね、結構乗れてたんですけど、僕だと、オフショアが強すぎて落ちなかったですね、なかなか。で、ようやく乗れるっていう波がね、ダンパーチック。いった感じで。すごい波の形は良かったんですけど、完全エキスパート向けって感じでしたね。基本はレフトの形がすごい良くてですね。プロの人であったりとか、平塚でよく入ってるジュニアーズもかなりレフトのチューブ狙って練習していたっていう感じでしたね。僕の場合はもうダンパーに捕まっちゃうことが多かったので、基本はもうグラブしてチューブ狙えたらいい方だなっていう感じでしたね。あとね、流れはね、そこまでなかったんですけど、シンプルに距離が遠かったですね。その、ラインナップのサーファーの人たちが待ってる。平塚だとテトラがあるのがわかると思うんですけど、そのテトラのラインよりアウトで待ってたんですよね。みんな。僕もそうだったんですけど。なのでね、その距離まで出るのがまず大変で、
で、その間に来るセットもかなりきつかったので、セット食らっちゃうともうすごい一気にインサイドまで戻されちゃうっていうことが多かったのでね。体力が持ってかれるんで、そういう日はですね、自分のレベルに合った状態でやった方がいいと思うので、初級者の方であったりとか、慣れてない方はね、無理に入らない方がいいかなと思います。ローカルとか、上級者向けって感じでしたね。これがグラブして前出ればよかったんですけどね、ちょっと出れずに終わっちゃった感じですね。かなり苦戦してですね、体力だけ削られたって感じで、いい練習はできましたね、サーフィンで。ここからですね、スキムになります。スキム少しやっていきました。かなり難易度高かったです。手前のデッドウォーターがきつくて、で、沖のね、スープ波の巻き直し、ここですね。一瞬巻くところを狙ってやっていくって感じでした。これいいラインですね。スープだけど、ややスープだけど、ちゃんとラップラインのところとですね。アウトに出るいい練習ですね。スープでもちゃんと早めに出て、アウトに向かって走る。で、狙うっていう、そういう意識を持って練習する波だったかなと思います。これすごいいいですね。最後が吹き飛ばされてますけど。そういう狙いというか、波感ですね。をですね、養う練習でしたね。さあ、ここから3月17日、月曜日の早朝ですね。オンショアの中でやっていきました。オンショアというかですね、サイドオンの風がすごいきつくて、流れがめちゃめちゃきつかったので、サーフィン最初アウト出たんですけど、1本で終わった感じですね。この1本ですね。パンプして前出て、最後インサイドで当て込んで上陸。これしかできなかったですね。最後ね、ちょっとスキムして終わった感じでした。風強い流れでしたけど。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画、良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。